旅に最適なフルサイズ用の1本レンズ、シグマの 20-200mm F3.5 から 6.3DG コンテンポラリーをご紹介します。このレンズはただの高倍率ズームではありません。世界で初めて広角端 20mm と10倍ズームを両立したフルサイズ用レンズ。旅の1本として欲しい要素がぎゅっと詰まった新しいカテゴリーのレンズです。旅をしていると高い建築物や壮大な街並み全体を写真に残したいという場面が多くあると思います。そんな時に 20mm という広角から始まることの恩恵はすごく大きくて、旅では F 値よりもまずは画角の自由度が優先だと私は感じています。明るさより画角の方が大事と思う方もいるかもしれませんが、旅行ではなるべく広角、なるべく高倍率、そして軽量のレンズが圧倒的に便利です。そしてこの 20-200mm はその3つをしっかりと満たしてくれる1本です。広角で街の空気を広く映し、望遠で遠くの細部を引き寄せ、寄りたい時にはハーフマクロでぐっと寄れる。旅で撮りたいものがほぼ全部この1本に収まってしまう。そんな驚異の1本レンズです。今回はロンドンとパリで実際に使って感じたリアルな使用感や撮影体験を写真と動画で一緒にお届けしたいと思います。じゃーん、タワーブリッジ来ました。皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。先ほどお見せしたものは旅中にこのレンズで撮影したものになります。旅行中は本当にいろんな出会いの瞬間がありますよね。風景の広がりだったり、ふと見つけた光だったり、遠くの建物の細かい模様だったり、今撮りたいなと思った瞬間を逃さず残しておきたい。そんな撮影体験をちょっとでも後押しできるように、このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にというコンセプトで機材レビューや作例紹介、そして 3D プリンターを使ったカメラアイテムのものづくりまで幅広く発信しています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して活動しておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。さて、今回ご紹介するシグマの 20-200mm F3.5 から 6.3DG は1本で広角 20mm から望遠の 200mm、 そして寄りまでこなせてしまう旅のために生まれた1本とも言えるレンズ。以前 APS-C 用の旅レンズとしてご紹介したシグマの 1850mm F2.8DCDN というレンズも軽くて写りが良くて旅との相性がとても良かったんですが、今回の 20-200mm はフルサイズならではの画角の自由度が加わって旅の撮影体験がさらに広がる一本だと感じました。普段私は 50mm 付近でのスナップが多いんですが、旅ではあと少しだけ広く撮りたい、遠くの部分も切り取りたい、そんな瞬間が本当にたくさんあります。そんな時に 20mm から 200mm まで自由に行き来ができるズームレンジがあることで撮れる写真の幅が一気に広がります。今回はそのリアルな撮影体験を先日旅をしてきたロンドンとパリの風景と一緒にじっくりとご紹介していきたいと思います。それではここからこのレンズの外観やスペック、そして旅でどう役立ったのかという実体験を交えながらお話しします。今回使用したシグマ 20-200mm F3.5 6.3DG は名前の通り 20mm の広角から 200mm の望遠まで1本でカバーしてくれるすごく万能なズームレンズです。まず旅で最も恩恵があるのが 20mm スタートという点です。ロンドンやパリのように素敵な
建造物が多くて景色が広くて、もう少し広く撮りたいっていうシーンが本当に多いんですよね。そんな時に20ミリまで広がると街のスケール感をそのまま残せるので、旅写真の説得力がぐっと増します。一方で暗所では F3.5 から 6.3 という控えめな数値が気になる方もいるかもしれませんが、今はライトルームとかカメラローのノイズ除去の AI などが本当に優秀なので、私は旅では F 値よりも画角の自由度と軽さを優先しています。そしてこのレンズは約 540g と非常に軽量、20mm から 200mm の10倍ズームを搭載しているとは思えないほど軽くて、長時間の散策でもあまり負担にはならず、ずっと肩にかけて下げて歩けるのが嬉しいポイントです。さらにこのレンズは広角側で 0.25 メートル、望遠側で 0.65 メートルと最短撮影距離も短く、28から85ミリの範囲ではハーフマクロ撮影にも対応しています。旅先でのテーブルフォトや街で見つけた小さな装飾、カフェのカップ、食事、お花、雑貨、この距離で寄りたいっていう場面ですっと寄れるのは本当に便利でした。別のレンズに持ち替えなくてもいいので、撮影のテンポが途切れないのが大きな魅力です。レンズ側には AF と MF の切り替えスイッチとズームロックスイッチを搭載しています。特にこのロック機能は歩いている時にレンズが勝手に繰り出てしまうのを防げるので、旅ではとても助かります。しかもロックした状態からズームを回すと自動で解除がされるので、今撮りたいという瞬間にすぐ反応できるんですよね。旅中はスマホやカバンなどいろんなものを首から下げて持ち歩いていたので、使わない時はコンパクトに収納しておけるこの使いやすさは地味に嬉しいポイントでした。ではここからは実際にこのレンズを使って撮影した作例を見ていただきながら、20mm から 200mm の自由さがどんな風に生きるのかを具体的に紹介していきたいと思います。まずはこのレンズの魅力が最も分かりやすい 20mm と 200mm の比較写真から。同じ場所から撮った1枚なのに、広角では橋全体を写せて、望遠にすると建物の装飾の一部だけを切り取ることができる。この視点が一気に変わる感覚は 20mm から 200mm というズームレンジならではの楽しさだと思います。続いては旅行中のスナップやテーブルフォト、訪れたかった憧れの場所での1枚、そしてちょっとした Vlog シーンなど、この光なんか素敵だなとか、この場所も雰囲気がいいから残したい、この場面もあの場面も、いろんな場面をこのレンズ1本で撮影をしてきました。その自然な使い心地や画角の切り替えの気持ちよさを作例と一緒にお伝えしていきます。旅では早起きをして撮影に出かけたい派なのですが、海外の早朝の光は日本とはまた違った美しさがあって、今日はどんな瞬間に出会えるんだろうというワクワクが一段と強くなります。今回私が訪れた11月のロンドンは曇りの日が多かったんですが、その中でも光の切れ間から差し込む光が一瞬だけ街を照らす瞬間があって、そのコントラストがとても印象的でした。そんな光の中でこの日は朝からタワーブリッジやビッグベン、ロンドン塔、博物館などを巡りながらゆっくりとスナップを楽しみました。まずは今回の旅で特に印象的だったビッグベンの作例からご紹介します。こちらが 20mm で撮影したカットです。建物全体のスケール感や広がる空、街の空気感まで一緒に映せて、この街の朝はこんな雰囲気なんだなと感じられる一枚になりました。続いて同じ場所から 200mm で撮影したカットがこちらです。建物の装飾や時計の部分など、普段の肉眼では気づけないような細部までぐっと引き寄せて切り取ることができました。同じ場所、同じレンズなのに 20mm では街全体の空気、200mm では一部分の魅力にフォーカスできる、この視点の切り替えが旅スナップでは本当に楽しいと感じました。一本のレンズで街の雰囲気を残す広角の一枚、アートのように見えるディティールの一枚、
この両方を撮れるのは 20mm から 200mm というズームレンジならではだと思います。こちらは旅先でふと歩いた並木、落ち葉の匂いやひんやりとした空気、少し曇った朝の光、広角では建物や人、自転車、足元の落ち葉まで全部入っているので、その時自分がどんな場所に行ったのかが1枚で丸ごと記録できます。訪れた場所を切り取るのにすごく相性がいいと思います。公園に入るとさらに深い色の世界が広がっていました。芝の上に落ちている紅葉や奥へ奥へとつながっていくような景色をそのまま残すことができます。そして一つグッと寄ったカットも撮影してみました。旅中のこういう美味しいものの記録、結構私は大事にしています。ショーケースの奥の段のドーナツまでしっかり映りますし、生地の質感やトッピングの細かいところまで寄れるのが嬉しいポイントです。旅スナップもできるし、寄れるレンズって本当に便利だなと感じました。そしてこちらの写真、思わず立ち止まってしまった雑貨、手前のボケと奥の小物、そしてその後ろのボケの立体感が可愛くて、旅中のときめきをそのまま写した一枚です。望遠域まであると、こういう人混みの中でここだけを切り取りたいというシーンで撮影を楽しむことができます。街を歩いているとどうしても気になってしまうのが海外建築の圧倒的な迫力ですよね。ヨーロッパの建物ってとにかく情報量が多いです。屋根の装飾や石の質感、窓の形一つ一つが美しいので、どう撮ろうかなと迷ってしまうことが多いんですが、この 20×200mm はその悩みを一瞬で解決してくれました。20mm の広角側では建物やその周りの景色まで切り取ることができます。手前の木々の色、空の明るさ、建物そのものだけじゃなく、その場所がどんな雰囲気だったかまで映る画角です。そして広角では点のように見えていた屋根の装飾が 200mm ではまるで別の被写体かと思うほど大きく迫ってきます。装飾の彫り込みや屋根の素材感、建物の表情のような細部までしっかりと改造していて、このレンズの望遠側の描写力は本当に頼もしいと思いました。旅先、特に海外って建物全体も撮りたいし、ここだけ切り取ると可愛いと思える部分も撮りたいですよね。通常であれば建物全体は広角レンズ、装飾の切り取りは望遠レンズと2本必要になることが多いんですよね。けれども 20×200mm ならその間隔がこの1本でできてしまいます。バックに交換用のレンズを忍ばせる必要もなくて、身軽に旅を過ごせるのはかなり魅力的なポイントかなと思いました。そして旅ではどんなものを食べたのか、これもすごく大事な思い出の一つだと私は思っています。旅ではよくカフェに立ち寄ったり、朝のモーニングを撮って残しておくことも多いんですが、今回この 20×200mm を使ってみて思ったのは、寄れるレンズは旅の記録が一段と豊かになるということを感じました。例えば旅先のホテルの朝食やフラッと入ったカフェのスイーツ、広い画角でテーブル全体を撮って雰囲気を見せるのもいいですし、そこから少し寄ってカップの縁の光やパンの焼き目、ちょこんとしたクリームのフォルムまで映せるのが撮影していてすごく楽しいと感じました。旅の美味しい記憶を簡単に残すことができます。旅先ではスナップだけではなく、自分がどこに行ってどんな雰囲気だったのかという自撮り記録も残しておきたい瞬間があります。今回のロンドン、パリの旅行でも美しい建物を背景にしたり、ちょっとしたコメント撮りをしたり、歩きながら撮るシーンが何度かありました。そんな時、この 20mm という画角が非常に使いやすいと感じます。レンズの重量が 540g と軽いので、片手で前に構えても重さのストレスがほとんどありません。海外旅行では何かと荷物が多くなりがちなので、機材はなるべく軽い方が助かりますよね。旅っぽい自撮りを無理なく撮れる広さがありました。今回の旅でこのレンズを使っていて感じたこと、
それは旅の中で撮りたいと思う瞬間を逃さなくなるということでした。見つけた景色に合わせて広角から望遠まで自然に使い分けられるので、旅の写真がどんどん豊かになっていく感覚がありました。一本で対応できるシーンがとにかく多いので、建物や街並み、食べ物、自撮り、細部の切り取り、旅で出会うほとんどのシーンをこれ一本でカバーすることができます。重さの負担も少なくて、ズームするだけで撮れる世界が大きく変わるので、歩くだけでどんどん撮りたくなるレンズだと感じました。私自身普段は 50mm あたりの標準域で撮ることが多くて、望遠域の焦点距離で撮影する機会はあんまりなかったんですが、実際に旅で使ってみるとそのイメージがすぐに覆されました。想像以上に望遠側の出番も多くて、旅で撮れる写真の種類が一気に広がったと感じます。特にロンドンやパリのような建物が高くて装飾が細かくて、離れてみて初めてその美しさに気づくような街では、200ミリまで届くことで見える景色が全く違いました。20ミリ広角で旅全体の空気を映して、200ミリの望遠でその街のディティールや発見を切り取る。その組み合わせがとても楽しくて、今回の旅ではいつも以上に写真を見返す時間が長くなりました。そしてやっぱり軽くて寄れて、20ミリから200ミリまで1本でいけるこの安心感は、旅の自由度をとても大きくしてくれます。望遠をほとんど使ってこなかった人でも、望遠を使うのがちょっと苦手という人でも自然に手が伸びて、旅先での楽しみが増える一本だと思います。改めて今日ご紹介したシグマさんの 20-200mm F3.5 6.3 DG の魅力をまとめてお伝えします。まず1本目は 20mm から 200mm までを1本でカバーできる圧倒的な万能性です。旅先で出会う景色は本当に幅広くて、広い街並みもあれば遠くの建物の装飾や人のシルエット、近くの雑貨や食べ物まで撮りたいものが次々に変わります。そんな様々な距離感に対してズームリング一つで合わせられるのがこのレンズの大きな魅力だと思います。2つ目は約 540g という軽さです。高倍率ズームで広角側が 20mm から始まるレンズは他になく、その上でこの軽さは旅では本当に助かるポイントです。旅中ずっとカメラを肩に下げていても負担になりにくく、撮りたいものを気軽に撮影して楽しむことができます。3つ目はハーフマクロで寄れるということ。カフェのスイーツや旅先の小物など、もう一歩近づきたいと思ったシーンにちゃんと応えてくれます。寄った時の描写がとても気持ちよくて、旅の記録が一段と豊かになりました。そして最後に、望遠に馴染みがない人でも扱いやすいこと。普段は標準域で撮ることが多い私でも自然で 200mm 側を使うようになって、結果的に旅の写真の幅が大きく広がりました。広角で景色を、望遠で発見を、寄りで質感を、自撮りで自分自身を。この一本で旅の全部が残せる、そんなレンズでした。旅用のレンズを探している方、一本で完結したいという方、望遠に挑戦してみたい方にもとても相性のいい一本だと思います。私の旅での実体験がこのレンズを検討している方の参考になれば嬉しいです。ということで今回の動画はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良ければぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。現在登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よろしければフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。